皆さんこんにちは。スタジオ73の木村です。コメントこちらもたくさんいただいて、富士フィルム周りのことをやっていこうかなと思います。今回はですね、こちらのカメラ、はい、XT4 なんですけども、はい、これを10ヶ月使った感想っていうところで、はい、述べていきたいと思います。はい、最近富士フィルムのカメラってエントリーモデルから、E4 とかミドルモデルから X マウントであればT4 とか H1 とかまで、結構バリバリのモデルまでたくさんラインナップされてて、どれがいいのかなっていう時に、T4 はこうでしたよみたいなところ、参考になれば良いと思います。はい。で、メニューはこちらか概要欄の方、見ていただければいいと思うんですけども、その XT4 の一番いいところとか、XT4 ってどんなカメラなんですかっていうのを最初にざっくり説明しまして、その後に個別にですね、僕が使ってて、思ったところっていうのを個別に言っていきまして、欠点だと思うところ、その次に述べまして、あと注意点ですね。細々としたことがメインになるかなと思います。はい。ざくっと概要をおさらいしますと、XT4 っていうのはですね、この富士フィルムのカメラってイメージセンサーが中盤サイズっていうでっかいやつとめっちゃすごいやつと、あとこの APS-C サイズっていう中くらいのやつ、はい、の2種類がラインナップされてて、でこっちの中くらいの APS-C サイズの富士フィルムのカメラの中で一番すごいのがこの T シリーズまたは H シリーズなんですよ。でどっちかっていうとこの T シリーズとか H シリーズ H1 とかシリーズっていうのは写真だけじゃなくて動画も結構強いですよっていうやつなんですよね。でプロ3があるんですけど、プロ3っていうのはファインダーがついてて、ファインダーがまた特徴的なファインダーがすごいついてて、リアルな絵と EV 液晶を切り替えられる、もうめちゃめちゃなんかすごい機能がついてるんですけど、プロ3は写真でめっちゃすごい感じっていうところですね。特にその軽量な写真撮影ですごいっていうのがプロ3だから、この T3 っていうのがね、一番このすごいカメラの中 APS-C の中で一番すごくて、その中で一番こうなんていうんですかね、ニュートラルな中庸を目指しているようなカメラなんですよね、プロ3がこうぶっ飛んでるとしたら。はい。で今ちょっとこれトキナーのやつがついてるんですけど、X シリーズの中でこの T4 の一番のすごいところっていうのは、特徴っていうか、やっぱり動画がこうしっかりした規格の動画が撮れるっていう、10ビットが撮れるとかスローモーション撮れるとかっていう、かなりその動画撮影でもプロも使えるんですよね、はっきり言って。はい。っていう感じのところなんです。でも僕がその一番思うこの T シリーズの良さっていうのはですね、これは T30 系もそうなんですけど、このね、これが ISO ダイヤルなんですよ。ちょっと 5.6 にしておりますね。これ ISO が全部 ISO オート160、200、3分の1段、3分の1段、3分の1段で400、3分の1段、3分の1段で800、1600っていう風にこう書いてあるんですよね。12800まで書いてあるんですよね。これ1個上げると光の量が倍になるんで、1段明るくなるみたいな感じ。で、これは ISO ダイヤル。こっちがシャッタースピードダイヤル。シャッタースピードダイヤルも全部シャッタースピードが書いてあるんですよ。なんだろう、一番スタンダー、250分の1秒、125分の1秒、60分の1秒、30分の1秒、15分の1秒、どんどん遅くなってって1秒でバルブ等々、あとオートまでダイヤルがで全部書いてあるんですよ。常用で使うところはこれ8000まで書いてあるんですよ、ね、っていうダイヤルがついてるんですよ。で、これ X マウントのレンズで、これは電子なんつうの、オートフォーカスとか使えるレンズでも絶対ついてるのがこの絞りリングなんですよね。これは純正でもそうじゃないやつでもついてるんですよ。でこれがこれトキナーの 33mm の F1.4 のレンズなんで、 1.4 から2、2.8、4、5.6、8、11、16っていう
感じで、まあもちろんついてないレンズもあるんですけど、例えばこうオールドレンズなんかでもここに絞りがね、これは 3.5 からなんですけど、 3.5、 5.6、8、11、16ってこれ絞りっていうのはその明るさを決めるときに、このどんだけ明るくするんですかっていうところですね、レンズの方で。それがついてるんですよね。だからその写真の明るさっていうのはですね、写真とかまあ動画でもそうなんですけど、明るさを決めるのにもともとはレンズがでまずその絞りっていうので明るさを決められる。であとシャッタースピードっていうので明るさを決められる。あとフィルム何入れますかっていうので ISO 感度で明るさを決められて、この3つでそれをこう組み合わせて明るさを決めるんですけど、それがなんか全部物理ダイヤルとしてこう残ってるっていうのが T シリーズで、これは結構現代のカメラは結構それがねオートになってくるんで、この例えばこのシグマの 40mm なんですけど、絞りリングはないんですよね。で別になくていいじゃんっていう、こっちにもダイヤルあるからこっちの方のダイヤルで好きに割り当ててっていう使い方がどっちかっていうと現代のカメラはそうだったんですけど、もともとのそのなんて言うんだろう、明るさとか楽しい部分っていうのはこの3つの組み合わせがまず第一に楽しいところなんですよね、写真とか動画とか。はい、もちろんこれはもうすごいヘビーに使ってるんですけど、1855っていう富士の標準ズームなんですけど、こうリングはあるけどダイヤルついてないっていうのはもちろんあるんです。そういうモデルもあるんですけど、最近の出てるのは大体全部ついてる。でもちろんそれやりたくない人はこっちだけでできるんですよ。はい、現代のカメラとしても使えるんだけど、でも一番特徴がなのはこの全部書いてあるっていうところなんですよね、この数字が。はい。でちなみにこのダイヤルはこっちオートにした時に明るさを1個上げるか2個上げるかみたいなそのダイヤルなんですけど、露出ダイヤルって言うんですけど、っていうのがあるのが T シリーズなんですよね。で動画も結構すごいのが撮れるっていうところ、が T シリーズ。あとまあサイズ感とこのデザイン等々あるんですけど、かっこいいとか。はい。それで、まあ、デザインの話ちょっとしたんで、まあ、10ヶ月使ってみて、こうね、デザインに関して言えばですね、これね、ここのこう四角のラインあるじゃないですか。と、この丸のラインがあるじゃないですか。これが、美しい。部屋にこう出しといてこうテーブルの上とか置いとくじゃないですか。そういう時に美しいってなります。はい。この四角のこことこの丸の比率が特に僕は美しいとなります。はい。ちょっと長かったんでまとめると、X シリーズはこの APS-C サイズのイメージセンサーのカメラの中で最強スペックです。はい。で、写真を撮るのにも動画をこうかっこいいのを撮るのにも YouTube を撮るのにも動画も最強スペックですっていうところです。はい。で連写もだから15コマなんですね、メーカーシャッターで。これ超速いっていうことなんですよ。これがねめっちゃ速い15コマ撮れると、メーカーシャッターで。で電子シャッターにすれば 30fps とかで撮れるんでほとんど動画かよっていうぐらいの連写速度なんですよ。もちろん書き込みで容量制限あるんですけど、で画素数も2600万画素っていうところで、これはね結構ねフルサイズと同じぐらい、フルサイズと今のカメラと画素数的には同じぐらいで、これフルフルしてるの分かりますか？フルフルしてるんですけど、これがボディ内手ブレ補正がついてるんですよ。ボディ内手ブレ補正って動画をちょっと撮った時 iPhone ってもう手ブレ補正ついてるんですよ。あれ電子的にクロップしてるんですけど、でそのね手ブレが結構ねこう手持ちでやるときってちっちゃい軽いカメラだとこの細かい手ブレがビブレがしてしまうんですけど、そういうのを抑制できるっていうのが手ブレ補正ないカメラ使ってる人はよくわかると思うんですけど、あるっていうのが最強ってことなんですよ。まずねあるのとてもいいっていうことなんですよ。
はい、基本的には。なのでこうオールドレンズでもいいし、別に他社製のレンズマウントアダプターにつけるんでもいいし、IS って言って、これはそのレンズに光学的な手ブレ補正がついてるんですけど、これと組み合わせると本当ラフに簡単に綺麗にブレない動画が撮れるんですよね。運動会も撮れるみたいな感じのぐらいの撮れる。で写真の時も普通もうどんな頑張ってもブレない限界ってこの30分の1秒とかなんですよ。ここ見えるかな。ここさでそれがね結構ね15分の1秒とか、15分の1秒ぐらいはね止められちゃうんですよ、もっといけるかもしれないし試してないんですけど、相当だからスローショッターのやつが手持ちで撮れちゃう、写真でもっていうぐらいのなんかすごい機能なんですよ。で動画は具体的には 4K60p が撮れて10ビットのオールイントラっていうのが撮れるんで、これは使えるんですよ。はい、シネマチック撮影に使えるんです。はい、F ログも撮れるんでっていうのが概要なんですけど、じゃあ感想っていうところを言ってみますね。どっちかっていうと僕はあんまり時間かけられない撮影とか、ちょっと手伝ってみたいな時とか、SNS 系のやつとか、もっと環境の変化が激しくて、とにかく急いでやんなきゃいけないとか、写真も一緒に撮んなきゃいけないとかっていう時に、あとあんまり荷物を多くしていくと嫌がられるような時にこっち使うんですけど、やっぱりねこれねこういうその国産ミラーレス他のもそうかもしれないけど機動性っていうところが優れてて便利です。はい、便利なカメラと思います。はい、一番便利なカメラというコンセプトのラインナップなんで T シリーズっていうのは。でもダイヤルあるんだよみたいな、この概念は忘れてないんだよみたいな、はい、そういうこだわりはあるんだよみたいなところなんですよね。で結構どっちかっていうと動画で使ってて、僕はマウントアダプターとかつけてサードパーティー製のレンズとかオールドレンズとかこういう、1855は使ってるんですけど、写真を撮るときはやっぱりこれじゃないと、純正じゃないとちょっと最低でもこの X マウントのレンズじゃないとオートフォーカスがねあんまちょっとやっぱり弱くなるんで、サードパーティーのつけちゃうとマニュアルだったらこのオールドレンズで使うときはもうしょうがないんですけど、写真を撮るとき動画はいいんですよ。別にオートフォーカス来なくても慣れてるんで。写真はね純正がいい、 X マウントがいいなっていう結論をとても思う。毎回ちょっと友達に呼ばれてちょっと撮ってとかっていう時に純正欲しいなみたいな、最低でも 1.4 ぐらいの 1.4 の、2.8 のそのレッドバッチのズームか、純正の中望遠とかは必要だなっていうふうに思ってますね。好きなレンズは 23mm なんですけど、このねトキナのね 23mm と 33mm グーパスで借りてるんですけど、トキナもねかなりシャープですね。はい、これ別でレビュー動画出すんですけどっていうところが思います。だから写真撮る人は純正レンズ、仕事的にね誰か人間を撮るっていう時かな、特には純正レンズあった方がオートフォーカスがもっと効くからいいと思います。そっちの方が。はい。っていうのはとても思ったところですね。使ってて。はい。あとは T3 っていうのは僕は使ってたんですけど、この ISO 感度上げた時の写真も動画もどっちも高感度の時のノイズ処理がすごい上手くなってると思いました。ノイズがね T3 の時は結構ね暗いところで撮るとやっぱり限界があるかなとかって思ってたんだけど、それがねだいぶ良くなっているっていうのを思いました。はい、次 FN ボタンの今ですね。結構FN ボタンっていうショートカットボタンがいっぱいあるんですけど、こことここと、あと上下とこことここと、あとこの上下左右とかがいっぱいあるんですよ。あとフリックもできるみたいなのがいっぱいあるんですけど、FN ボタンで設定してる動画あるんで、それ見ていただければいいかなと思うんですけど、今ね前がねピント拡大になってます。そっからちょっと変わった使いながら前がピント拡大になってて、以前紹介してる時にはここをピント拡大にしてるんですよ。デフォルトではこれダイヤルなんですけど、これシャッタースピードを細かく変えられるダイヤルなんですけど、これまたはこれをオフにした時にここシャッタースピード変えられるっていうダイヤルなんですけど、ここをね実はこの富士 XT4 はいろいろね動画の規格を変えたりとか
ハイスピードにしたとスローモーション撮影にした時とかにクロップがね来るんですよ。 4K にした時とか F ログにした時とか10ビットの F ログにすると 1.2 倍ぐらいになるんだよ。でそれをこのクロップを固定するっていう機能があるんですよね。あとこの IS この手ブレ補正をつけてもこのクロップが来るんですよね。で今 F ログになってるんでデフォルトでクロップが 1.18 倍なんですけど、これ IS つけると 1.29 倍になるんですよね。IS っていうのは手ブレ補正で、これをですねクロップをなんか 1.29 倍で固定しますよっていうショートカット機能がありまして、もう本当もう重箱の隅に本当につつくような機能がもうあってですね、ここに割り当ててるんですよ。だからもうちょっとだけなんかレンズ単焦点つけてて、またはこれ55までいってて、もうちょっとだけこういけるかなみたいな時にこの 1.28 倍なかなかいいんじゃないかなって思って使ってます。動画の時ですね。はい。その他はですね、このタッチファンクションボタン、タッチ FN があるんですけど、ここだけ変わったんですよ。前はね、ここ F ログの時のビューアシストだったんですけど、これをね、ムービーオプティマイズドコントロールって言って、このダイヤル操作を動画の時はオフにしますよって機能があるんですよね。これにすると、動画の時はもともと決めたこっちとこっちの、現代のカメラの使い方、この2つで、全部いきますっていう。絞りは前で、シャッタースピードは後ろ。で、ISO感度は、目に入って変えますみたいな、そういう使い方にこう一瞬で切り替えられるように、ここだけ変えた。そういうのがね、こう切り替えてる時に、そういうのが欲しいっていう瞬間がね、何度かあって、それでこれちょっとつけてみたんですよね。多分ね、これでもう変わらないと思います、僕が。FN ボタンを。T4 に関しては。で、感想、これがね、バッテリーがですね、このね、形がいい。この形が。真四角じゃないところがいいですね。なんかこう、向き間違いにくいし、なんか安心しますね。はい。あとはですね、この対応しているメディアがですね、これ今、サンディスクの170の2頃をずっと使ってたんですけど、2枚ぐらいそれがね、死んでしまいまして、2年使ってたらもう使えなくなってしまいまして、 SD カードエラーが出て、今この 95MB パーセコンズの V30 の2頃 256GB を使ってるんですけど、これね7000円しないぐらいなんじゃないか確か Amazon でこれはねかなり財布に優しい。これで動画のマックスまで撮れます。ここにファイルフォーマットっつって動画のその企画とそのなんていうんですかね、こう容量、そのどんだけ圧縮するかみたいな、圧縮最もしない設定が400メガ bps mbps なんですけど、これが取れるんですよ。ずっと、ただスチルにした時の連写は弱くなるんだけど、動画はこれでマックスまで取れるんで、これでもう今使っちゃってるんですよ。連写ちなみに見てみると、これメカシャッターはずっといく。ただ書き込みがメカシャッターはずっといくな。これ音出さない設定にしてるんですけど、エレクトリックシャッターはめちゃめちゃ速いわけ、この SD カードでマックスまでいけるわけじゃないです。もっと300メガ B とかもっといいやつ使えばもっと多分ずっと取れる、連写でいけるみたいなことになると思います。はい。なので対応メディアが財布に優しいっていうところですね。はい。ちょっと日光がすごい直射になってきてて、これ飛んでるかもしれないな。直射日光和らげました、ディフューズで。はい、っていうのが感想かな。はい。思ったところ、細かいところですけどもね、T3 と比べて全体的になんていうんですかね、ちょっとでかいんですよ。1ミリずつぐらいでかいんですよね、体積が。で安定してると思うんですよね、 T3 の時と比べて。こうしっかりしてるんで、その分の T3 の時ってちょっとこうなんていうんですかね、ちょっとこう信頼を置けない感じがちょっとあったんですよ。持った感じというか。でこっちの方がちょっとでかいっていうのがあって、そのヘビーとライト差で言えば持ち出しやすさとか、ライト差で言えば T3 の方が良かったんですよ。このバリアングルも面倒くさかったし、チルトとバリアングルの違いがあるんで、
ただその安心感とかプロっぽさみたいなところで言うとやっぱりこっちの方がいいんですよね。その動作の安定性もエラーとかねなんか出ない。一回も出ない。SD カードが死んだ時に出たぐらいで、あとその SD カードのファイルの例えばポケットシネマカメラでSD カード使ったらそのままこっちに入れて撮った時にエラーとか出るんですけど、それをフォーマットすればいいんですけど、そのエラーしか出たことないです。それ以外は熱で止まったこともなければエラー出たことないですね、一回も。はい。マウントアダプター周りのあれとかありますよ。っていうぐらいめっちゃ安定してると思います。T3 と比べると。T3 の時はね、ちょっと、なんか知んないけどフリーズするっていうのはね、あった気がする。あとはですね、昨日ちょっとスナップ撮ってて思ったんですけど、このバリアングルの、このバリアングル、こうなるんですよね。こうなって、写真撮るときにバリアングル縛るとこうなるんですよ。これはもう液晶見えないんですよ。ファインダーしか見えないんですよ。で、カバンから出すじゃないですか。それで、カバンから出した時に、もちろんこうなってるんですよね。で、スナップだから、最初はですね、いつも動画撮る時みたいにこうやって、なんかこれで見てたんですよ。ね、こうしたり。で、これもうめんどくせえなってなるんですよね。スナップの時に。だから、ファインダーを見るんですよね。で、このファインダーがね、このぐらいの厚さがあるんで、僕は左利き右利きなんですけど、だから鼻が当たらないんですよ、まず。液晶。この液晶に。で、ファインダー見て、ここ結構ふくよかだから、もちろんその一眼レフ機と比べたらダメかもしれないんですけど、とかニコンのやつと比べたらちょっと弱いかもしれないけど、ファインダー見やすいっす。だからよく使うようになりますね。だからプロ3作戦ができるんだ。これはプロ3と同じことをしているんですよ。全く同じじゃないんですけど、これは液晶だけなんで。プロ3みたいなことをできるんですよ。これ T4 は。ちょっとプロ3か迷ってて、なんか動画もやりたいしな、でもな、みたいな、バリアングル欲しいしなって時に、でも、プロ3みたいにやりたいな、みたいな時に、一応それもできるみたいなところですか。で、油つかないみたいな。っていうのはね、昨日思いましたね。はい。スナップ撮ってて。だから、多分写真撮るときはね、もうね、液晶見ないと思う。もうめんどくさいんですよ、これが。なんかこのバリアングルのめんどくささをうまく使ったな、みたいなのは、結果的に、それがうまくいってる気がしますね。うん。それでは、欠点だと思ったこと、マイナス面をちょっと、これもね、細かいところなんで、一個ずついきますが、ここ買った時にデフォルトでシャッターボタン、これレリーズとかもなんていうの、元々のカメラってここにレリーズネジで止めてつけるらしいんですよ。で、ここにね、外部アタッチメントみたいな感じで、シャッターボタンつけれるんですよね。色ついてるやつとか、いろいろ。僕は銀のやつつけてたんですけど、ネジでね、つけていけるんですよ。で、それつけて撮るのが、あとここもね、ピシッてかっこよくカバーみたいなのがつくんですけど、それつけられるのが結構楽しいとこあったんですけど、そのボタンがね、どっちもこれね、取れますね。使ってると。っていう、のが結局取れるわ、みたいな。で、取っちゃったわ、みたいな。はい。使わなくなっちゃったわ、っていう、のがあります。ここのカバーも、レリーズのカバーもですね、ここもデフォルトではついてるカバーが、取れてしまう。はい。で、変えることもできるんだけど、新しいのを付け替えられるんだけど、取ったままでおりますという感じですね。はい、取れますと。シャッターボタンは取れますと。はい。で、それから、これはより本格的な部分なんですけど、これはね、S10 とかだと、多分できるんだな。このモードダイヤルのやつ、他のルミックスとかもできるんだけど、これね、富士は、このね、イメージクオリティに関して、このメニューに入った時のこのイメージクオリティに関しては、ショートカットで、登録しておけて、7個まで登録できるんですよ。7個まで登録できるんですね。で、それを、ただし、スローモーションとか動画のサイズだとか、F ログにするか、
ノーマルのフィルムシミュレーションにするか、10ビットにするか8ビットにするか等々の設定はこう記憶しておけないんですよ。一瞬で次はスローモーションにしたいとかっていう時にモード9R搭載のカメラは S10 とかはこうできるんですよ。それができないのが、まあ、動画で使ってての難点。はい、それから、30分以上連続記録ができない動画は。これはヨーロッパの方の EU の関税がビデオカメラの方って関税高いんですよ。で、その定義が30分以上動画を連続で収録できるか、それとも一回自動で止まってまた押さないと撮れないかっていう写真とビデオのその関税があったんですよね。で、それも今、2021年、現在は関税なくなったんですけど、30分以上の記録だ、この後からの機種は多分30分以上の連続記録は動画に強いモデルだったらできるようになるはずなんだけど、現状それができないんで、このモデルはできないんですよね。30分以上記録したい場合があるんですよ。例えば、今、ブラックマジックのカメラで2台とも使ってるんですけど、これはね、33分回ったんですよね。最初から。これは一連で喋ってるんですよ。だから、インタビューとか対談とかを撮るときに、動画でね、マルチカメラで、しかも、なんか一人でやんなきゃいけないとき、まあ対談とかは間切れちゃうとその間にいいセリフ言ってるたりもするからちょっと怖いですよね、一回止まるのは。等々で30分以上ね記録できないのはちょっとやっぱりネックかなっていうのがあります。これね、ソニーの α7S3、それから、α6500、あとは GH5 はもともと GH シリーズはもともとこれは動画に強い機種っていうところで、まあ30分以上記録できるので、次のモデルからぜひ30分以上の連続記録は、まあ、あった方がいいかな。機動的にマルチカメラで、揃えていくっていう時に、まあ、30分以上の連続記録はついてた方がやっぱりいいですね。あと、やっぱりこれはもう発売当初から言われてたかもしれないんですけど、イヤホンジャックがマイク入力で、なんかね、バッテリーグリップをつければそこにイヤホンジャックついてるんですけど、タイプ C から変換してイヤホンジャックしないとモニターができないんですよね。動画撮ってる時の映像のモニタリングが。で、買った時にもともとこのタイプ C から 3.5mm のイヤホンジャックに変換するやつついてたんですけど、それなくしちゃって、イヤホンジャックがないっていうのはやっぱり難点かなって思います。なので、まあ基本別でレックするんですけど、DIR40X とかで。そっちをモニターしてりゃいいんですけど、まあそこがやっぱり一番っていうか、まあ欠点ですね。はい。で、あとは、まあ使ってて思ったのは、例えばオールドレンズなんかをつけて撮影しているときに、手持ちで撮影しているときに、ちょっとかっこいいの撮りたいなっていうときに、この手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正ついてるから、手持ちでも大丈夫だろうっていう風に考えて、手持ちでやってるとするんじゃないですか。でね、その時の手ブレ補正は効くんだけど、ちょっとカクってなったりするんですよね。とか、クニュっていう風に手ブレ補正が効くんですよ。もちろんジンバルの代わりになるとは思わないんですけど、クニュっていう風になるから、なんつうの、ボディ内手ブレ補正を使ってる時、OIS と組み合わせてる時はそれはないんですけど、だから、OIS 付きのレンズでそれ、やれば別に問題ないんですけど、手ブレ補正だけで、OIS ついてないレンズをつけた時に、ちょっとカクってなったりするんですよ。ちょっと動かすと。だから、そういう時は止めないといけないんですね。フレームを。フレーム止めてれば、細かいブレ全部、なくしてくれる。ただ、ちょっとやった時にカクってなる。そのカクってなり加減が、やっぱり大きめのかっこいい、なんていうの、大きめのカメラのハンドヘッドと、やっぱり違うんで、かっこよく撮りたい時に、ボディ IS は僕は使わないようにしてるんですよね。はい。カクってなる。だからそれを、別に再現しろとは思ってないんですけど、まあこれは半分注意点で、OIS ついてないレンズをつけてる時のボディ内手ブレ補正は過信してはいけないです。かっこいいハンドヘルドにはできないっていうことです。ちょっとカクついてしまうっていう。はい。すっごい細かい。もしかしたら気にしない人もいるかもしれない。だから何かが悪いわけじゃなくて、
ボディネイティブル補正っていうのは、そういうもんですっていうことなんですよね。はい。まあ今のがマイナス面だなって思ったところですね。細かいところ。はい。で、なんだろうな。基本的に、欠点ないと思ってます、僕は。だから、感想動画をこう上げてくださいみたいなのあった時に、もうやることねえんだよな、みたいな。言うことねえんだよなっていうのが、どっちかっていうとファーストインプレッションで、これは結論っていうか総論言うと、文句ない。文句ないです。はい。なんだろう、世の中にいろんなカメラが、出回ってると思うんですよ。たくさん、まあ、もうほとんど日本メーカーが独占してるような、すごいことをしてると思うんですけど、まあ、もちろん海外メーカーも含めて、ハイエンドから、写真から動画まで、シネマカメラも含めて、いろんなカメラがある中で、センサーサイズももちろん、フルサイズもあれば、マイクロフォーサーズもまだあるし、1インチとか Vlog カム ZV-1 とかもあると思うんですけど、とかコンパクトデジカメ iPhone、全部含めるとするじゃないですか。アリ65も含めて、アリ LF65 も含めて。その中で、本当に、真ん中の位置にあるのがこれなんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。なんか X って、クロスしてんじゃないですか。このクロスの、X のクロスのこの真ん中にあるのがこのカメラなんじゃないかなっていうのが僕が思ってるところです。はい。だから、その欠点を思えばなんか別にフルサイズじゃないとかF1.4 のレンズ欲しいねとかわかんないですけど、なんかいろいろ多分出てくる人はいると思うんですけど、僕はそのバランスポイントっていうところですよね。そのバランスポイント、この X のこのピンポイントをついてるっていうところが、価格帯も含めてもちろん、センサーサイズだったり、もろもろ含めて、ピンポイントついてるってところが、僕はすごいなと思うんですよね。だから失敗はないと思うんですよね。まあもちろんずっとインタビュー撮るって時に、30分記録できないのは無理なんで、もうビデオカメラ買った方がいいです。みたいなことはあるんです。っていう、ことを思いますね。で、なんか歴史をこう、はらんでいて、こういうダイヤルがついてて、過去の歴史もはらんでいて、で、ボディ内テーブル補正だったりとか、まあ、タッチ UI、Bluetooth 含め、こう、未来的なものも、もちろんオートフォーカス性能も含め、未来的なものも入ってるわけじゃないですか。現代的なものというか。時間的に、それから価格的に、機能的に、サイズ感的に、本当のこの緑ポイントのここにあるのがこれなんじゃないか。いろいろ考えて、もうめちゃめちゃ、何にしようってなった時に、これにしとけばいいみたいな。わかんない。これを起点に考えればいいみたいなぐらいの真ん中に本当にミドルポイント、バランスポイントというか、に位置するのではっていう、まあ、感想ですね。うん。はい。じゃあ、細かい注意点。これ気づいたことなんで共有しておきます。もう。動画撮影時のシャッタースピードの加減についてなんですけど、これ、ムービーの、収録企画、ロングゴップにします。で、今、ダイヤルで、シャッタースピードをですね、めちゃめちゃ下げましたと。2分の1秒にしましたと。その時にですね、今、24fps の 4K の、ログじゃないやつで撮ってて、ここは、下げても下がらない。加減が24分の1ってことです、これは。シャッタースピードの加減が。っていう風になってます。これが、オールイントラだと、ほら、8分の1秒までいける。4分の1秒までいける。4分の1秒まで撮れる。なので、動画撮影してる時に、なんか、スローシャッター動画撮りたいみたいな。考えるかもしれないんですけど、そういうことを。それは、ここの、オールイントラで、ログじゃないやつにしないと、シャッタースピードの加減が設定されています。はい。なので、シャッタースピードをこう、落として動画を撮りたいみたいな、変なことを考えた方は、普通の、ノーマルで、オールイントラにしましょう。あと、これタイムラプス撮影したいってなった時に、タイムラプス撮影、例えば、インターバルタイマーシューティングにしました。で、
ここを結構インターバルを1秒とかにするんじゃないですか。でこれで無限回でやるとするんじゃないですか。これ電子シャッターでガンガンやってますと。で書き込んでます書き込んでます書き込んでます。で SD カードが遅いやつだとこのね書き込みがね何も言わないで止まります。はい。だからタイムラプス撮影しててなんか続かないなってなった時はこう書き込み速度が足んないから止まってんですよね。だからインターバルをもっと広めにして書き込みのところのこの混雑を余裕を持たすか SD カードを早いやつにアップデートするかしないと何も言わずに無理ですって言ってこうシーンと気づいたらタイムラプス撮影ってこう置いといてふーっていい景色だなみたいなことやってる時にあれ止まってるみたいになるじゃないですか。だからそれが起きてしまうんでSD カードとのそのインターバルのあれをちょっとチェックしてからタイムラプス撮影本番行くっていう風にしないと僕止まりました。何回か僕はそのインターバル止まりました。はい。でそれからまたこれも細かい注意点でバックに入れるときにこうレンズはこう外すとしてレンズを外して本当はバッテリーも外して入れるのが普通かと思うんですけど、バッテリー入れたまま、なんかしまっちゃった時、はい、こっちからこう入れるとオンになっちゃいます。こうどっかに引っかかってこうオンになっちゃうことがありました僕は。はい。だからこれねこう持つ方を下に入れるとオフなんでこっちから入れてこう起動したままにすると結構熱くなってて出した時にやべえみたいなバッテリーねえみたいなそういうのがあるんでこっちから持つ方から入れた方がいいです。はい。こう縦に入れる時にはいという感じで、だいぶ細かいところまで話にはなりましたけども、どれかはきっと参考になったんじゃないかというふうに思います。これが、10ヶ月ですね使って得た感想ですね。はい。でこれで富士の T4 はまだもう1年半ぐらい経ったかな発売してから。まだまだ使えるし多分もうずっと使えるカメラだと思うんで最後スナップはそんなやっぱり撮らないです。こっちのカメラでは E3 を使ってた頃と比べてスナップはなんか撮らないですねあんまり。それは僕の興味が変遷したからなのかもしれないしわからないんですけど、だからそこまでね写真とかも撮ってなかったんですよ。なんかちょっとこうフィルムシミュレーションいじくってなんか遊ぶみたいなことをもうちょっとやってもいいかなと思うんですけど、そんな感じでおります。はい。そんな感じでですね、ちょっと富士フィルムの、コンテンツをやってまだねレンズレビューなんかもちょっともうやっていこうかなと思って、おりますので、また楽しみにしてみてください。はい。よかったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。それではまた。